おはようございます。桜井です。本日も最新の暗号資産ニュースを一緒に見ていきましょう。今回は XRP と同時コインに大きな動きがありました。XRP は再び3ドル台前半で推移していて、クジラの売買動向が注目されています。そして同時コインは急落と急騰を繰り返すボラティリティの中であるテクニカルシグナルが点灯している状況です。さらにビットコインやイーサリアムも含めた主要通貨の調整局面と市場全体のセンチメントの変化にも触れていきます。今回の内容はこれからの投資判断に直結する重要な情報ばかりです。ぜひ最後までご覧ください。まずは XRP の最新動向から見ていきましょう。XRP はここ24時間で最大 6% 下落し、現在は 3.08 ドルから 3.14 ドルのあたりで推移をしています。価格としては高値圏ではあるものの、やや落ち着いたレンジ相場になってきている印象です。注目すべきは大口投資家、いわゆるクジラの動きです。ここ3日間で320ミリオン XRP、つまり日本円で言えば数百億円規模の買い増しが行われました。その一方で 1.9 ビリオンドル相当の XRP が利確のために売却されたという報道もあります。テクニカルの面では RSI は50前後で中立的な水準、MACD はやや強気を示しているものの全体としては揉み合いが続いているという評価です。今後の展開としては大きく3つのシナリオが考えられます。1つ目は強気パターンです。3.3 ドルから 3.9 ドルのレジスタンスを突破すれば、さらに4ドル台、場合によっては5ドル近くまで上昇する可能性もあるという見方です。2つ目は弱気シナリオ。もし3ドルのサポートを割り込むようなことがあれば、一気に 2.5 ドルまで下落するリスクも指摘されています。そして3つ目が中立パターンです。SEC 関連のニュースや ETF の承認など大きな材料が出るまでは横ばいのレンジが続く可能性もあります。ここから数日間の値動きはクジラの行動や規制、制度面での新しい動きによって大きく左右されそうです。次は同時コインの動きについて見ていきましょう。直近24時間の価格は 0.22 ドルから 0.24 ドルの範囲で推移をしています。最大で 8.4% 下落した一方で、市場によっては一時的に 2.36% 上昇するなど、非常に高いボラティリティが続いています。大きな注目を集めたのは、900ミリオン同時、約2億ドル相当の大口資金がバイナンスへ送金されたというニュースです。これは売却を目的とした動きとみられ、一時的な売り圧力につながった可能性があります。しかし、その一方で、過去1週間では合計20億同時以上、金額にしておよそ4億4800万ドルから4億8000万ドル相当の同時コインが大口投資家によって追加購入されています。さらにスポット市場でも約3200万ドル分の買いが確認されていて、裏側では機関投資家やクジラのポジション形成が進んでいるとも読み取れます。テクニカル面ではチャート上でダブルボトムと呼ばれる反転パターンが形成され、さらに 200EMA と 50EMA を上抜けたことで強気の兆しが見え始めているという分析もあります。特に 0.247 ドルを明確に突破できれば 0.3 ドルまでの上昇が視野に入ってくるという見方もあります。さらに最近注目されているミーム系トークンマキシー同時、こちらにも少し触れておきましょう。小口投資家を中心に人気が高まっていて、同時と連動するトレンドの波に乗る可能性があると指摘されています。こちらに関してはまた詳細動画を公開します。同時コインは売り材料と買い材料の両方が交差しているタイミングですが、大口投資家の動きとテクニカルの形状からは再び上昇トレンドに乗る準備が進んでいるとも考えられます。では、ここからはビットコインとイーサリアムの動向について見ていきます。まずはビットコインです。価格は現在 117,568 ドルと前日比でおよそ 1.2% の下落となっております。一時は12万4000ドルを超える場面もありましたが、
そこから調整局面に入った形です。今回の下落の背景には、アメリカの生産者物価指数、いわゆる PPI の予想を上回る上昇があります。これによって FRB の利下げ観測が後退し、リスク資産であるビットコインにも利益の確定の売りが広がったと考えられています。さらにビットコインのドミナンス、つまり市場全体に占める BTC の比率は 58.7% にまで上昇していて、他のアルトコインよりも相対的に資金が集まっているということがわかります。続いてはイーサリアムです。イーサは現在 4423.95 ドルで24時間で約 4.27% の下落となっております。こちらもマクロ経済の影響と大口投資家の売却が短期的な重しとなっています。具体的にはイーサリアム財団関連のウォレットから8394イーサ約3800万ドル相当が売却されました。またロンディングキャピタルに関連するウォレットからも7000イーサ約3180万ドルが売却されていて、これらの動きが市場に与えたインパクトは小さくありません。ただし長期的なポジティブ材料もあります。イギリスの大手銀行スタンダードチャータードは2025年末までのイーサの目標価格を7500ドルに引き上げたと報じられており、機関投資家からの資金流入は依然として続いていると見られています。イーサは短期的には調整していますが、ファンダメンタルは依然として強く、今後の反発局面では再び注目が集まる可能性もあるでしょう。では、ここからは暗号資産市場全体の動きについて見ていきます。まず過去24時間で市場全体の時価総額は 4.05 兆ドルから 3.99 兆ドルへと縮小し、約 1.56% の減少となりました。同様に24時間の取引高も 1.56% 減少していて、全体的にやや冷え込んだ相場となっております。ビットコインのドミナンスは 58.7% と高止まりしていて、アルトコインよりも BTC への資金集中が進んでいることが伺えます。イーサリアムを含む主要アルトコインの下落が続いていて、特にソラナや同時コイン、カルダノなどは 4% 以上の調整が見られました。ただ短期的な反発の兆しもあります。8月15日の夕方から一時的に急落したものの16日にかけては一部で買い戻しも入り、反発なのか単なる一時的な売りなのかといった見方が分かれる局面です。投資家心理を示すクリプトグリードインデックスは前日の68から59へと低下しています。これは投資家の間でやや慎重な姿勢が広がっていることを示しています。また個人投資家の中では徐々にアルトコインに資金を移す動きも観測されていて、アルトコインシーズンに入るのではないかという期待も出ています。ただし、現時点では本格的な資金流入の兆候は見られていません。最後に今回の注目材料として、アメリカの SEC のパウル・アトキンス委員長が8月16日に発表予定のプロジェクトクリプトという政策が挙げられます。この発表では、仮想通貨の規制や制度設計に関する方向性が示される可能性があり、アジア市場を含むグローバルな注目を集めています。暗号資産市場は現在強気トレンドの継続か、それともさらに調整が深まるのかの分岐点にいると言えるでしょう。はい、ということでここまで今日の暗号資産ニュースをお届けしてきました。改めて振り返ると XRP と同時コインにはそれぞれ異なる方向の大口投資家の動きが見られました。XRP は3ドルのサポートを維持しつつも利確の売りと買い増しの攻防が続いています。一方、同時コインでは売り圧力と買い支えの両方が観測されていて、テクニカル的にも次の展開が注目される局面です。そしてビットコインやイーサリアムといった主要通貨は調整ムードが広がっていますが、長期的には機関投資家の動きや将来の価格目標といった明るい材料も残されています。市場全体としては今が強気の継続か、それともさらに調整が進むのか、まさに分岐点に差し掛かっている状態です。また SEC のプロジェクトクリプト発表も控えていて、今後数日の規制面での動きにも要注目と言えるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも
AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。